サギの花 VS 多発性筋炎、薬ゼロになるまで。前回卵巣脳腫の手術にかけた私の人生初の大実験は、残念ながら筋炎を直接良くする結果にはつながらず、ついに新しい免疫抑制剤セルセプトを飲み始めることになりました。今度こそこの薬が効いてくれるといいな。そんな思いで始まった新しい治療。今回はセルセプトを飲み始めてからの体調の変化と、主治医の先生の神対応のお話をしていきます。ぜひ最後までご覧ください。セルセプトを飲み始めてちょうど1週間が経った頃、頭痛、目の奥の痛み、動悸、吐き気、胸の痛み、もう毎日どこかしらが辛い状態でした。そして仕事に支障をきたしていた症状もあったのですが、まさかのボケ具合でした。当時の私は事務職で日付や数字の確認がとても大事な仕事をしていたのですが、なぜか日付感覚が完全におかしくなっていて、本当は今日なのに翌日だと思い込んで仕事をしていたり、伝言を受けたことをすっかり忘れていたり、トイレにハンカチを忘れてきたり、いや、疲れてるだけにしてはさすがにおかしくない?と自分でも不安になるレベルでした。今までこんなことがなかったので、頭がうまく働かない感覚は本当に怖かったです。そこで私は病院に電話して、セルセプトの副作用が出ていないか検査してもらうことはできますか?と相談しました。すると受付の方から、先生は本日外勤なので、戻られたら診察できるか確認します。午後3時頃にまたご連絡しますね。と言われました。そして午後3時頃、病院から電話がありました。先生、診察可能とのことでしたので、気をつけてきてください。ありがたすぎる。私は急いで病院へ向かいました。午後4時頃、病院に到着。外来は夕方5時15分頃には閉まってしまうため、あまり時間がありませんでした。すると先生がかなり急ぎながらも処置室で採血をしてくれて、その後は診察室で心電図まで取ってくれました。急な予約外受診だったのに、ここまで対応してもらえるなんて。この時点で心の中ではすでに、先生、神となっていました。血液検査の結果を待っている間、最近のボケ具合について相談すると、こんな会話になりました。そういう副作用あるんだよね。でも薬の量を減らせば大丈夫だと思う。寝不足でもそういう症状は出そうだけど、眠れてる?頭痛がひどくてなかなか寝つけないです。睡眠薬飲む?睡眠薬は飲みたくないです。実は筋炎を発症した当時に入院した時、私はステロイド50ミリを処方されていました。ステロイドを大量に飲んでいると眠れなくなる人も多いということで、その時に睡眠薬も一緒に処方され、人生で初めて睡眠薬を飲んだんです。するとその夜、私は確かに電気を消して寝たはずなのに、朝目が覚めたら、なぜか部屋の電気がついていました。あれ?看護師さんが電気つけたのかな?と不思議に思って看護師さんに聞いてみると、夜中ずっと電気ついてましたよ。電気をつけていないと眠れないタイプなのかなと思ってそのままにしていました。と言われて、私電気をつけた記憶ないんだけど、消した後いつ自分でつけたの?となり、それ以来睡眠薬がちょっと怖くなってしまいました。結局、睡眠薬は次の日から飲むのをやめました。その話を先生にすると、睡眠薬は記憶がなくなることがあるんだよね。特に高齢者に多いんだけど。いや、当時の私、まだ27歳だったんですけど。その後、心電図の結果も確認してもらいました。脈が少し早いくらいで、大きな問題はなさそうですね。血液検査の結果も問題なければ、セルセプトを2カプセルから1カプセルに減らして様子を見てみましょう。あとは血液検査の結果を待つだけ。だったのですが、なかなか結果が出ないなぁと思っていたら、どうやら検査に出されていなかったらしく、夕方5時近くになって慌てて検査に回されることに。白血球や赤血球などすぐに出る項目は問題なし。でも、肝機能や CPK などの詳しい結果は出るまでに1時間ほどかかるとのことでした。すると先生からまさかの一言。結果が出たらメールで送りますね。
メールで？しかもその後、本当に先生から血液検査の結果が送られてきて、さらにそれぞれの項目に分かりやすい解説までつけてくれていたんです。先生、神すぎる。結果としては CRP は正常で炎症反応なし。腎機能や電解質にも大きな異常はなし。肝機能も一部高めではあるものの、すぐに危険という感じではありませんでした。ただし CPK は948。前回の913からさらに少し上がっていました。血液検査上ではセルセプトによる明らかな重い副作用は出ていないとのこと。先生のメールには、セルセプトを1カプセルに減量して次の外来まで飲み続けてくださいと書かれていました。ただし、それでも副作用が辛くて仕事がままならないようなら中止してもいいとのこと。血液検査で大きな異常がないと分かっただけでも少し安心できたので、1カプセルならもう少し頑張ってみようとその時は思いました。セルセプトを服用してから毎日気持ち悪くてご飯をあまり食べられてなかったので、吐き気止めと頭痛薬も出してもらい、なんとかセルセプト治療を続けることになりました。そして1ヶ月後の定期外来。毎日セルセプト1カプセルとステロイド 5mg を飲み続けていましたが、嬉しいことに CPK は下がっていました。前回予約外受診の時は948だった CPK が、今回は757まで低下。数値だけ見れば、セルセプト効いてるかも、と思える結果でした。が、今度はビリルビンが上がっていました。総ビリルビンは 1.69。黄疸が出るほどではないものの、基準値を超えていました。診察ではこんな会話になりました。ビリルビンの上昇、これくらいならまだ大丈夫そうだけど、どうする？セルセプトを飲み始めてから動悸、吐き気、倦怠感がひどくて元気な日がないので、もうやめたいです。元気な日がないのか。しかも頭皮がピリピリして前髪が薄くなってきてるんです。脱毛？私はこめかみのあたりを見せながら必死に訴えました。薄くなってきてる感じだね。その言葉を聞いて、やっぱり気のせいじゃなかったんだ、と地味にショックでした。筋炎の数値は下がっている。でも副作用が辛すぎる。効いているかもしれない薬をやめるのは怖い。でもこのまま飲み続けるのもしんどい。本当に悩ましい状態でした。さらに先生からは、これまで試した免疫抑制剤もビリルビンが上がって中止になっているから、もう他に使える薬があまりないんだよね。と言われました。そこで話に出たのが、以前飲んだことのあるイムランでした。イムランは私にとっては一番長く飲めた免疫抑制剤でした。他の免疫抑制剤はいつも数ヶ月で副作用のため中止になっていたのですが、イムランは半年間は特に副作用なく飲めました。ただ、結局ビリルビンが上がって中止になってしまった薬でもあります。じゃあ、ビリルビンを下げる薬も一緒に飲んで、イムランを再チャレンジしてみる？今度はイムランを飲んでもビリルビンが上がらないってことはありますか？薬剤性だからまた上がると思うよ。そうですか。それでも次回の診察まではビリルビンを下げる薬は飲まないで、イムランだけでどうなるか試してみてもいいですか？いいですよ。じゃあ次回ビリルビンが上がっていたら、ウルソも処方しますね。本音を言うと、余計な薬はできるだけ飲みたくないという気持ちでした。さらにこの日、私は先生にもう一つ相談しました。職場で評判の漢方を処方してくれる病院に行ってみたいと思っていて、漢方を飲んでもいいか聞いてみると、いいですよ。とあっさり許可してくれました。ただし、こうも言われました。ステロイドは免疫を下げる薬で、漢方は免疫を上げて治療することもあるから、ステロイドを飲んでるって言ったら漢方の先生は嫌がるかもね。じゃあ、一緒に飲んだらどっちかの効果が弱くなっちゃうとこですか？それはないです。漢方は強い薬ではないので、あまり期待しすぎない方がいいですよ。中にはすごく効く人もいますけどね。そうなんですね。漢方でも肝機能障害や胃腸障害の副作用が出ることがあるので、何を飲んでいるかは教えてくださいね。
気に入った漢方があったらうちの病院でも出せるので言ってください。私はこの時、よーし、漢方に初トライしてみようとかなり前向きな気持ちになっていました。正直セルセプトの副作用でかなり心が折れていて、免疫抑制剤は少しお休みしたい気分だったんです。もちろん主治医の先生のことはめちゃくちゃ尊敬しているし、信頼もしていました。だからイムランを処方してもらったのにすぐ飲まないのは本当に申し訳ない気持ちもありました。でも少しだけ今飲んでいるステロイド 5mg と漢方だけで様子を見てみたい、そんな気持ちが勝ってしまいました。今思えばかなり危なっかしい自己判断だったと思います。でも当時の私はそれくらい免疫抑制剤の副作用に疲れ切っていました。というわけで新しく始めた免疫抑制剤セルセプト。CPK は948から757まで下がり、禁煙には効いていた可能性もありました。でも私の場合は動悸、吐き気、倦怠感、頭痛、脱毛などの症状が辛く、さらにビリルビンも上昇。残念ながら飲み続けることはできませんでした。私は免疫抑制剤を飲むたびになぜかビリルビンが上がってしまうことが多かったので、私の肝臓、なんでそんなに薬の処理が苦手なのとちょっと残念に思ったりもしました。それでも副作用が辛くて不安でいっぱいだった私にとって、主治医の先生の対応はまさに神対応でした。急な予約外受診にも優しく対応してくれて、忙しい中でも私の話を最後まで聞いてくれて、検査結果も分かりやすく説明してくれる。毎回先生のおかげで不安が解消されて、診察後は気持ち的には元気になっていました。私の病気を心配してくれて、話を聞いてくれる友達や職場の人はいたけれど、暗い話で困らせたくなくて、なかなか深くまでは話せませんでした。でも主治医の先生になら、病気の不安も薬のことも気兼ねなく全部話せる。ちゃんと理解してくれて、専門的な知識で今どういう状態なのかを教えてもらえる。私にとって主治医の存在は本当に大きな支えでした。病気を発症したばかりの頃、先生のことを疑っていた自分が恥ずかしいくらいです。セルセプトはダメだった。免疫抑制剤の辛い副作用に限界を感じていた私は、漢方という新たな希望にかけてみることにしました。果たしてやる気満々で向かった漢方クリニックで私を待ち受けていた衝撃の結末とは。この続きはまた次回の動画でお話しします。それではよかったらまた見に来てくださいね。